いよいよ公開間近になってきた劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダム。公開直前記念完成会見イベントが行われ、入場者特典や劇場取扱い商品、各種コラボグッズが多々発売されています。そんな中、ストーリーはどうなるのか、皆様も気になっているのではないでしょうか。逆襲のシャアのオマージュと思える箇所が取り入れられている作品のように感じる箇所もあり、最後キラはどうなるのかなど気になるところが尽きない本作ですが、PV やすでに発表されている内容を振り返ってみると、これあり得るのではと感じる展開が一つありました。そこで今回は劇場版の展開についてラクスに関するある考察をさせていただきたいと思います。なお本動画は PV などネタバレを含みますので、映画公開をまっさらな気持ちで見たい方はここで動画を閉じていただくようお願いいたします。今回私が展開について考察したい内容とは、ラクスはキラを裏切るという話です。あ、すみません。ちょっと動画を閉じるのをお待ちください。は？何バカなこと言ってるんだこいつは、と思われる方も多いと思います。普通に考えたらありえない展開だと思うのですが、私がこれを感じた発端は、最近改めて読んだ長谷川雄一氏の漫画「機動戦士 VS 伝説巨神逆襲のギガンティス」でした。本作のストーリーは、木星圏において新生ジオン帝国の誕生を目論む者たちが伝説巨神を利用する中、アムロとジェドーが止めに行きます。そして伝説巨神のパイロットとしてミネバが利用されていましたが、巨神は暴走し、最終的にはジュドーが救い出すという物語です。いわゆるヒロイン的ポジションキャラが敵になり、最後はハッピーエンドになる的なお話です。当然ながらこの話だけでシードフリーダムでラクスが敵になるとは思えません。しかし、もしラクスがキラを裏切って敵対すると考えると、意外なことに関係者の各種インタビューや PV の内容と合致する点がいくつか存在するのです。まず、舞台イベントの際のラクスの声優である田中理恵さんのお話によると、今回ラクスは静けさだけが表現されるわけではなく、シードとシードデスティニーのラクスではない、自分の意思をはっきり言う子という内容がありました。ラクスといえば、ストライクが撃破されて、今後どうしていけばいいのか悩むキラに心に向き合うよう促したり、アスランも自分の心に従うように促したりしていました。自分自身が前に出て戦争を止めるために動いている人物ではありますが、今回は今まで以上に自分の意思をはっきり出すとなると、コンパス総裁としての活動に加えて何か別に自分らしく動くことが考えられます。次に第2弾 PV の内容です。赤い目になるキラが映し出され、なぜわからないんだと叫ぶ中、マリューとムーがダメよキラ君、やめろキラと叫び、ここでラクスは止めてくださいキラをと発言していました。闇に落ちろキラヤマトというセリフが本予告 PV で存在することを踏まえると、キラがファウンデーションにはめられて闇落ちして、そこから再起していく物語なのかなと思うのですが、この止めてくださいキラをというラクスのセリフ、そもそもキラを止める方法って何なのでしょうか。キラを止めるといえば、モビルスーツでの破壊活動を止めるというものが考えられます。キラがファウンデーションの罠で攻撃してはならない敵を攻撃しようとして、それを止めようとするシーンのセリフなのかもしれません。ただ、そもそもモビルスーツ戦で負けなしのキラを止められる人物は存在するのでしょうか。キラの戦闘力が超一級とはいえ、ライジングフリーダムがブラックナイトスコードに圧倒される場面が存在することから、このキラを止めるというのを実行するのがオルフェやブラックナイトスコードたちと考えられそうです。では、もしファウンデーションの思惑通りにことが進み、ラクスが望む通りキラが止められたとすると、次のラクスの行動はどうなるのでしょうか。キラは新型ストライクフリーダムに乗り、戦争を生み出す根源であろうファウンデーションを倒そうとすると思われます。しかし、それではただ強者が勝って終わりという流れしか見えません。さらにオルフェたちがコーディネーターを超える種なのであれば、戦闘力でキラより強い可能性があり、何よりライジングフリーダムが撃墜される姿を目の当たりにしているラクスであれば、キラが新型ストライクフリーダムに乗っても負ければ死ぬ可能性もあると考えて、キラに戦いをさせないように動いてもおかしくなさそうです。また PV ではオルフェから我々なら戦争を終わらせることができると言われた時、ラクスの目はシード発言時のようになっています。ラクスのシード発言といえば、
シードのヤキンデルエ戦で戦争を終わらせるという意思を明確にした時に見られました。オルフェの提案内容が戦争をなくすことにつながると判断したのであれば、キラを巻き込まないためにも、自分の意思でファウンデーション側につくということが考えられるのではないでしょうか。そしてもう一つ、キラを止めるといえば、ただその場での戦いをやめるということではなく、キラが戦うこと自体をやめるというものが考えられます。キラはシードデスティニーの最後でデュランダルに対し、僕は戦う覚悟があると話をしていました。つまり戦争がある限りキラは戦い続けるということ。そして PV でキラはこの戦いは終わりが見えないと言っていました。ラクスは恋人であるキラが死の危険がある戦場でずっと戦うのを見続けることになります。本作はシードデスティニーで描かれたデスティニープランの続きということがアニメディアで明かされています。ファウンデーションのやろうとすることがデスティニープランの思想を発展させたものなのであれば、キラがライジングフリーダムでブラックナイトスコードに敗北したからといって戦いをやめるわけもなく、新型ストライクフリーダムで戦おうとするはずなので、ラクスは止めてくださいキラをと誰かにお願いしたところで、誰も止められないことに気づき、キラが戦うことを止められるのは自分しかいないと考えて行動するのではないでしょうか。キラが闇に落ちていくような演出が目立っていますが、そもそもキラが落ち込んだ時、そこから救い出せるのはアスランかラクスしかいないと思われます。しかしアスランは親友とはいえ、シードデスティニーでは考えの違いからだるま切りにされていました。とすると闇落ちしたキラを救えるのはラクスだけ。戦争のなくならない世界でキラを救う方法は見つからない。そこへファウンデーションから戦争をなくす方法の提案がある。さらにキラが敗北する姿を見て、恋人には危険な戦場にこれ以上出てほしくないと考える。しかしキラは生きている限り戦おうとする。とするとラクスがキラが好きでキラを失いたくはないがゆえに、キラを裏切ってファウンデーション側につくという流れもあり得るのではないでしょうか。そしてもしもこのような流れになった場合、他にもつながりそうな話があります。まず先日の会見では監督からフリーダムは乗らない方がいいというお話がありました。私は当初ライジングフリーダムが破壊されるということなのかなと思っていましたが、ラクスがもしも敵になるのであれば、キラは新型ストライクフリーダムに乗ったところでファウンデーションを攻撃できません。フレイを守れなかった苦い記憶のあるキラであれば、なおさら簡単には攻撃を仕掛けられないでしょう。そうするとフリーダムと名が付く機体は新型ストライクフリーダムも含めて終盤まで活躍があまりないということで、このような言葉につながると解釈することもできそうです。また本作ではシンが活躍するということなので、終盤でのファウンデーション戦でキラがラクスを前に戦いをためらうのであれば、ステラを救えなかったシンだからこそ全てを救うために奮闘し、キラがラクスを救うためのきっかけを作ってくれるのではないでしょうか。またラクスがファウンデーション側についた場合、ラクスは戦艦からキラたちに話をするのでしょうか。それとも何かモビルスーツなどに乗るのでしょうか。シードデスティニーではラクスは運搬するためにインフィニットジャスティスに乗っていましたが、どこまで操縦ができるかわからないので戦うとは考えにくそうです。ただドムのパイロット3人組はもともとラクスのために行動する者たちなので、ラクスがファウンデーション側についた意図を聞いていなかったとしてもラクス側につくと考えられます。とすると後半ではファウンデーション側の戦力として戦う可能性もありそうです。またオルフェ役の下野紘のインタビューでは、後半はキラとの掛け合いが多く爽やか系かと思いきや後半では叫ぶという話もあります。キラのやり方では世界を変えられないということでラクスを取り込むも、最後はキラがラクスを取り戻し、それに対して激高するということもありそうです。以上のように、もしこのようになるのであれば、序盤はファウンデーションの要請を受けてブルーコスモス本拠地を攻略。しかし罠にはめられてブラックナイトスコードの攻撃でライジングフリーダムは大破。ストライクフリーダムを再び出すべく動くキラ。しかしラクスは戦争がなくならなければキラは戦いをやめないと考え、キラを殺させないようにするべくファウンデーション側につく。ストライクフリーダムは攻撃するにできず、シンが奮闘し、あなたがラクスを救わなくて誰が救うんすか。
と知った。キラが再起してラクスを救いハッピーエンド。と、こんな感じになりそうな気がします。最初は、ただの妄想で、普通に考えて、ラクスがキラを裏切るとは考えにくいと思っていたのですが、このように、意外と、関係者インタビューや PV の内容がつながるのではないでしょうか。また、メタ的に考えると、コズミックイラは戦争がなくなるとは思えない世界なので、ファウンデーションの考える戦争をなくす方法が、何であれ戦争問題は、解決はしないこと。キラとラクスが、ただファウンデーションを倒しても、シードデスティニーと同じ終わり方にしかならないこと。キャッチコピーが、私の中に、あなたはいます。あなたの中に私はいますかとなっているものの、キラとラクスはすでに恋人関係で、すでに、シード作中で、自身の出生の秘密を知って絶望したキラをラクスが支えるという展開があったことから、劇場版でキラが闇落ちしてラクスが救ったとしても、シードと同じ展開になってしまい、二人の仲をさらに深めるには、インパクトが薄いと感じること。こういった点を考慮すると、過去作を踏襲した上で、キラとラクスの壮大な物語になるのであれば、ラクスがキラを思うが上がり、裏切る展開になるのではないかと思いました。機動武闘伝 G ガンダムの終盤に近い発想なのかもしれません。皆様は、どんな展開になると思いますか？ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。